どうも、クーピーチャンネルです。今、山梨県のキャンピングカービルダーミスティックさんにいます。今からですね、ミスティックさんのフラッグシップキャンピングカーアンセイエで2泊3日の車中旅に行ってきます。このアンセイエどうですか？めちゃくちゃかっこよくないですか？自分自身のキャンピングカーライフの最後はこの車で終わりたいと思っている憧れのキャンピングカーです。生産台数が少ないので幻の1台と言っても過言ではないでしょうか。そのアンセイエが新型になりフルモデルチェンジしました。なんと今回この動画が公式の撮影許可初だそうです。ダメ元で聞いたら OK してくれました。しかも車中泊の許可も出ました。ミスティックさんありがとうございます。今回の動画も購入希望者として実際の車中泊での使い勝手を体感し皆さんにお伝えしたいと思います。もう車中泊のアイテムなどは中に入れました。車内を簡単に紹介します。この木目調の家具、そしてダウンライトなどすごい温かい雰囲気で落ち着きます。メインのソファーのレイアウトは横向きです。アンセイエの最大の魅力はこの大きいバンクベッドです。この開放感すごいですね。高さ結構あります。で、天井開くんですね。また後でやってみます。リアの常設ベッドもかなり広いです。車中泊のアイテムは一旦こちらに置いています。その上に家庭用のエアコン、こちらマルチルームはトイレが入っています。洗面台もあります。ギャレーなんですけど2バーナーに電子レンジ、冷蔵庫、そしてレンジフード、換気扇もついてます。このソファーの下に標準で入っているリチウムバッテリー 428A 入っています。この車はオプションのリチウムバッテリーもう1台入ってます。なのでこのボトロニック上のメーターでは 852A。えぐいですね。これだったらエアコン使いたい放題、そして調理とかも全部サブバッテリーの電気で賄えそうです。ワットアワー換算でいうと約1万1000ワットアワーあります。リチウムバッテリーだけオプションが入っているんですけど、その他はほとんど標準装備になります。この新型アンセイエ、自分的に気になっているポイントがあります。大きくなりました。横幅が 2050mm、 全長が 5300mm になります。一般の駐車場 2m×5m にちょい出ます。やっぱりキャンピングカー普段使いもしたいので街乗りで支障ないのか、今日は一般道を走行し街中で車中泊しています。そして高速道路、このバンクの張り出し大丈夫でしょうか？直進安定性が気になります。80キロ100キロ出して確かめます。そしてコーナリング時のロール、左右の傾きですね。あとは風の煽りも気になります。今自分はライトキャブクに乗っているんですけど、よく風に煽られます。トラックを追い抜く時に揺れたりします。このアンセイエはトラックに追い越される時どのぐらい揺れるんでしょうか？ベース車両の新型カムロードはホワイトトレッドのダブルタイヤです。このタイヤとタイヤの幅が普通より広がっているので横風には強そうです。その他標準で左右のロールを抑えるスタビライザー、そして縦の衝撃を和らげるショックアブソーバー、ちょっと見えにくいんですけどなんとエアサスも入っています。足回り関係はもうこれ以上何もすることがないように全て標準で入っています。エアサスはこのアプリで操作できます。今この 25psi、 これを例えば30とか上げると空気が入ってリアの車高が上がります。このリアが上がることによって走行性能が安定します。せっかくなんで20から80まで上げています。これ今リアのタイヤなんですけど、このリアのタイヤとこのボディのタイヤハウスですね、ここを見ているとすごくわかると思います。はい、結構車高上がりました。どうですか、指3本分ぐらい上がった気がします。これでこのリアが上がっている状態です。高速道路はかなり安定すると思います。この数値は実際乗って使ってみないと分かんないので、とりあえず40ぐらいにしておきます。車内で気になるポイントなんですけど、この断熱ですね。ミスティックさんはボディバス工法といってアルミの骨組みが入っていて、その間に断熱が入っています。以前レジストラアウルタウン S ベースのキャンピングカーで車中泊させてもらった時は真冬でした。今回は真夏に熱の断熱を体感します。この家庭用エアコンと組み合わせれば真夏日でも快適に涼しく過ごせるのか体感します。ちなみに山梨県も30度以上35度とかが続きます。検証にはぴったりですね。今回 856A と超大容量のリチウムバッテリー入ってますんで、もう外部電源つながずに2泊3日エアコンフル稼働してみます。標準で屋根に 470W 相当のソーラーパネルがついてます。これ屋根なんですけど、
まさに鬼に金棒といった感じですね。このレンジフードも気になります。これがあれば車内で調理しても匂いが残らないかもしれません。ミスティックさんからお肉焼いてもいいという許可が出ましたんで、思う存分楽しみたいと思います。そしてこのバンクベッドの寝心地ですね。ここで寝れるの本当夢でした。2泊3日あるんで、初日はこのリアのベッドで寝て、2日目はバンクベッドで寝てみます。星が綺麗なところでここ開けて寝てみたいですね。そしてこのシートのレイアウト、横向きなんですけど、使い心地どうなんでしょうか。普通は対面とかが多いんですけど、この規模のキャブコンでの横向きは本当に広いですね。実際の使い勝手どうなんでしょうか。今日は確かめます。その他のスペックなどはこちらにまとめておきます。初日の車中コースは普段使いを想定し、スーパーマーケット行って温泉入ってそのまま駐車場で宴コースというおっさんの至福のひとときを過ごします。運転席、こちらの車両はオプションのレカロシートが入っています。助手席と真ん中とここ前に3人座れるの嬉しいですね。はい、それでは安全運転で行ってきます。全長が長いんで街乗りの運転気になっていたんですけど、今のところそんなに気になりません。どっちかというと横幅ですね、2メーター超えてますんで、普通に走ってる分は問題ないんですけど、横に自転車とかにいると気を使います。エンジンが 2.8 リッターのディーゼルターボなんで、街乗りのトルクは問題ないですね。ぐんぐん進んでくれます。これだったら上り坂も問題なく登ってくれると思います。明日の高速道路も楽しみですね。でも今日もしまたどこかでですね、信号先頭になったら0から40キロまでフル加速でタイム測ってみます。今日は近場での車中泊になりますんで、あまり距離が稼げません。なので燃費は今回計測せずに、明日高速道路での燃費を計算したいと思います。ちょうど信号先頭だったんで0から40キロまでフル加速してみます。はい、結構上りだったんですけど、かなり速かったと思います。これなら街乗りはどんな場所でも車の流れに乗れると思います。というか車の流れを引っ張れると思います。この街乗りでの路面の凹凸の衝撃についてなんですけど、やはりちょっとギアが硬いかなと思います。今空気圧を 40psi にしてるんで、また後で30とか落としてみます。とりあえずスーパー行きます。スーパー入る時の段差はどうでしょうか。結構やっぱ硬めなんでショックはあります。これ次出る時に柔らかくして再度確かめます。スーパーマーケット荻野到着しました。ちょっと駐車怖かったんで端に止めました。横幅がこの線の端に合わせて、反対側少し線の上にはみ出ている感じになります。そして後ろはこの柵があったんで輪止めまでは下がれませんでした。少し頭が出ている状態です。輪止めまで下がれれば問題なく駐車枠の中に収まりそうです。こういった普通のスーパーの駐車場も問題なく駐車することができました。ただこういったワンボックスですね、大きい車両端にある時に駐車するのはかなり慣れが必要だなと思いました。それではスーパーで買い物していきます。パンパンになっちゃいました。存在感ありますね。それでは冷蔵庫に食材入れていきます。こちら約90リッターの容量があります。上は冷凍庫ですね。ここの台一旦置くのにちょうどいいです。はい、全部入れました。余裕ですね。常温でいける分はこの冷蔵庫の横の収納に置いておきます。このぐらいの容量あれば家族の車中泊旅でも1週間ぐらいいけそうですね。今から行くところなんですけど、車で15分ぐらいのところに温泉があります。で調べたらですね、そこに車中泊スポットが併設されています。今日は車中泊可能なのか電話しています。すいません、今日予約って可能ですかね。じゃあ伺います。はい、失礼します。はい、失礼します。当日でも行けるようです。電源ありのところはいっぱいだったんですが、なしのところはもう飛び込みで大丈夫そうです。エアサスの空気圧が今 40psi だったんで、一回30に落としてみます。出る時の段差ショック変わってるでしょうか。確かめてみます。さあどうでしょうか。ちょっとやっぱり衝撃がソフトになりました。ただ劇的に変わるかといえばそこまで変わりません。なのでエアサスは硬さもそうなんですが、
リアの車高を調整して高速道路の直進性やコーナリングをスムーズに曲がれるように調整できるものだと思った方がいいかもしれません。この辺はまたいろいろ使ってみて体感していきます。こういったキャブコンではデメリットになるブレーキ性能ですね、一度強く踏んで確かめていきます。はい、今40キロで走行していて後ろ誰もいてないんでちょっと強めにブレーキ踏んでいます。いきます、せーの。お、しっかり止まりますね。後ろの荷物は滑ろうとしたんですけどしっかり止まってくれました。いや、こんなに聞いたらキャンピングカー制動距離長くて不安なんですけど安心ですね。ただやっぱり普通の車に比べると長いので車間距離は多めに開けた方が絶対いいと思います。はい、到着しました。安静へ意外と街乗り大丈夫ですね。パワーは申し分ありませんでした。今日きつい上りとあとはきついコーナリングですねなかったんで、また明日富士山の方行きますんでそこで体感します。こちら側がキャンピングカーずっと並んでるんですけど電源付きの RV パークのようです。でこっちが一般の駐車場なんですけど普通にお金払ったらここでも車中泊できるようです。ただ電源はありません。こんな感じで温泉の駐車場を車中泊スポットとして有効活用する場所が増えてくれたらいいですね。こちらの駐車場ラインが1本しかないんでもうできるだけ車のいない橋のところに止めました。ギリギリです。駐車場の枠目いっぱい使いました。後ろも線ギリギリまでバックして頭がほんの少し30センチ出てるだけです。このぐらいなら問題ないでしょう。いやーしかしこんなに RV パークにキャンピングカー止まってるところ初めて見ました。山梨県はキャンピングカー盛んなんですかね。とりあえず受付行ってきます。はい、ゴミ処理なし電源なしで1泊2000円でした。結構安いですね。お風呂は別途600円かかるんですけど今日と明日の11時まで何回入ってもいいようです。今回キャンピングカーのトイレは使わないんで確認しておきます。ここが温泉施設、そして駐車場、このテニスコートのところにトイレがあるようです。ありました、ここですね。なんか今は明るいんですけど夜になったらまた雰囲気変えそうです。とりあえずお風呂が営業してる間は施設内のトイレ使えるようなんでそちらを利用します。それでは先に一風呂浴びてきます。それではいただきます。おはようございます。いや爆睡してしまいました。ちょっと朝ゆっくりしすぎちゃいました。寝心地なんですけどこの下のマットレス
スプリング入っているタイプで、本当に家庭用の高級ベッドと変わらない寝心地でした。最高でした。この横幅もかなり広いので十分寝返りが打てました。こっち側頭にしている方が幅は広いです。リアベッド幅広いとこんなにも快適なんですね。横幅サイズ測っておきます。この一番幅広いところで約110センチ、足元の一番狭くなっているところで約90センチですね。ちょうど軽キャンピングカーのベッド展開した時横幅110センチなんで一緒ぐらいですね。2人でも寝れます。ただ2人だと寝返り打てないんで、やっぱり1人で快適に眠りたいですね。ちょっと気になったんですけど、眠る時にこの照明、これダウンライトついてるんですけど、ベッド周辺に独立したスイッチがありません。なので電気つけたまま寝ました。眠くなった時に向こう行くとまた目覚めちゃうんで、ここで消えたらいいんですけどね。エアコンは設定温度28度ちょっと高めにして一晩中つけていました。もうこの狭さなんでほんとよく効きました。ここのカーテンの効果すごいですね。これがあることによって向こうにはエアコン行かなくなりますんで、かなり省エネでよく効きます。やっぱりこっち側の部屋は暑いですね。現在太陽が昇ってきて、車内のテーブルの上が29度で、フロントウィンドウに温度計設置してるんですけど、外気温が 35.8 度。サブバッテリーの現在の残量がなんと 87%、 あんま減ってないですね。しかもチャージになっています。ソーラーパネルから充電されています。これ今エアコン使ってる状態なんですけどね、約5アンペアですね。12ボルト換算で約60ワットぐらいですね。ソーラーパネルから現在入力されています。エアコンはつけたままです。470ワット相当のソーラーパネルがあれば、昼太陽が照っている時にエアコンつけていても充電されていくんですね。これはすごいです。ちょっと中暑いんで、ここの空間広げてエアコンの冷気を車内全体に行き渡します。今日の山梨県も暑くなります。35度を超えてくると思います。この広い空間、安静の断熱ボディバス工法はエアコンしっかり効いてくれるでしょうか。これは楽しみですね。でこのシェードね、すごいいいなと思ったのが、ここ裏が銀になってます。外から見たらこんな感じで銀になってますんで、太陽の熱を反射して返してくれます。なので中に熱が入りにくいと思います。はい、車内に戻るとエアコンの消費電力はガンガン上がっていって、さっきまでソーラーパネルからチャージしていたんですけど、マイナス14アンペアぐらい消費しています。やはり空間が広がるとエアコンの消費電力は激しくなるようです。車内の温度少し下がってきました。現在 28.2 度です。でもうちょっと低くしたいんで、設定温度現在27度なんで25度にします。でこの広いバンクベッド、このカーテンで閉めますんで、閉めて空間狭めておきます。こんな感じでバンクベッドと運転席カーテン閉めて空間が狭くなりました。で運転席のフロントウィンドウにはシェード持ってくの忘れたんで何もしません。そのままです。昨日このレンジフードの効果を確かめるためにお肉焼こうと思ったんですけど、そのまま寝てしまったんで、今朝からここで焼肉定食作ります。はい、これが外れるようになっていて、こんな感じでガスバーナーが2つ出てきました。でこのテーブルなんですけど、そのままここにこんな感じではまります。そうなるとキッチンのスペースがすごい広くなります。お肉はタンと焼肉用の肩ロース買ってきました。この冷蔵庫からの動線すごいいいですね。調理しやすそうです。レンジフードここに照明ついています。でここのスイッチで強弱を決めれます。これ結構やっぱ音はしますね。レンジフードから空気を吸うんですけど、そうなるとどっかから空気を取り込まないといけません。なので保管とか開けるとせっかく冷えた空気がこれ流れてしまうんで、ここ開けてここの循環で換気をしていきたいと思います。フライパンで焼いていきます。IH ヒーター持ってきたんですけど、ここの車中スポット、車内でのガスの使用は OK みたいなんで、せっかくなんでこのガスコンロを使ってみます。ガスはキッチンの下、ここにガスボンベ刺さってます。で回して点火つきました。車内でガス使うときはもうこの換気必須ですね。
このレンジフードあるといえども、この油跳ねしちゃったら絶対車内に匂いついちゃうんで、この油跳ね防止ネット、こちら使用します。そして洗い物を簡単にするためにアルミホイル敷いておきます。はい、じゃあこれで焼いていくんですけど、ここよく見たら斜めになっているんですね。なのでこっちが広くなっていてすごい使いやすいです。このシンクコンロですかね、こちらも斜めになっています。よく考えられてますね。はい、じゃあ続けて肩ロースも焼いていきます。この2回目、1回焼いた後のやつがすごい汁が残っていて、次煙が出やすくなります。キャンピングカーに酷な状態です。ただレンジフードの検証にはもってこいですね。このレンジフード気づいたんですけど、この煙も吸ってくれるのもそうなんですけど、熱ですね、このガスの熱をそのまま吸ってくれます。なので夏場のエアコンつけた車内もこれで温度が上昇しにくくなりますね。これはありがたいです。はい、美味しそうにこんがり焼けました。ご飯なんですけど、もう電子レンジありますんで、ここで温めていきます。いやー、豪華な朝食が完成しました。それではこの塩タンは塩コショウで、この肩ロースですね、こちらの焼肉はこの焼肉のタレでいただきます。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや、満足しました。でこれね、食べてみて分かったんですけど、このテーブル上下に移動します。テーブルの下にレバーがあって、これを押しながら下に下げると下がります。でこれ上げると上がります。この調整は人によって体格によって合わせれるんで、かなり便利でした。この車内でガス使うのってやっぱり緊張しますね。こういった消火スプレーは必須になってきます。このガスバーナー周りの油跳ね見た感じありません。ただこの油跳ねネットなんですけど、自分そのままこれ持ってしまって焼いてる途中にすごい熱くてやけどしちゃいました。これこうやってなんか鍋つかみやタオルなど必要です。それではここで洗い物して、このシンクの使い心地を確かめます。でこの焼肉のタレはこのシンク流しちゃうとこのタンク内汚れ取りにくくなりますんで、この紙で吸わしてゴミで捨てます。タンクのお水なんですけど、現在ここで分かります。メーターは 90% です。でこっち側のメーターなんですけど、汚水タンク、グレータンクになります。 10% です。ここで分かるの本当便利ですよね。はい、綺麗になりました。このガスコンロ周りも綺麗に拭いておきます。でこの意外と壁ですよね、ここがもし油とかついていたら匂いの原因でなかなか取れません。ここも拭いておきます。はい、これでもう油跳ねは車内にはないと思います。この状態で今現在焼肉の車内の匂いなんですけどしません。というのも羽が慣れてしまってるかもしれませんので、後で散歩してからまた入って匂い残ってるか検証します。はい、これすごい簡単ですね。こんな感じでちょうどこのキッチンの幅に合うように作ってるんでずれたりしません。はい、今現在の車内の温度なんですけど 25.6 度、エアコンよく効いてます。というのもね、これ外軽く曇ってきて雨も降ってきました。カンカン照りでエアコン効くのか検証したかったんですけど残念です。とりあえず移動しながら晴れるのを待ちたいと思います。で現在のバッテリーの残量は 81% です。昨日の夜から約14時間半使用してバッテリー減ったのが 16% です。すごいですね。夜中心だったとはいえこんだけしか減ってないのは心強いですね。でこの後なんですけど、せっかく山梨県来ているんで
富士山を拝みたいと思います。山の方行って上り坂の加速やワインディングを確かめます。はい、それでは安全運転で行ってきます。今からワインディング約1時間走行します。でコーナリング連続しますんで、エアサスを硬くして足回り固めます。45から50ぐらいにして様子を見ます。はい、今現在制限速度の40キロでかなりきつめの上りに入っているんですけど、アクセルをもうほんと軽く踏み出すだけで速度をキープしてくれます。やっぱり 2.8 リッターディーゼルターボということでトルクはかなりありますので、山道で上りや一般道の上りは問題なく登ってくれます。やっぱりこのカムロードは座席が高いんで、この視認性すごく良くて周りの景色よく見えます。なので運転していて楽しいですね。はい、ここからきついコーナリングが続いていきます。足回りスタビライザー入ってますんで、エアサスも固めにしてますんで、コーナリング時の傾きロールがかなり抑えられているのが分かります。かなりきついコーナリングはやっぱりロールするんですけど、このぐらいの緩やかなコーナリングならスムーズに曲がってくれます。ただエアサスは固めになってますんで衝撃は結構受けます。こういった道、大きなキャンピングカーはかなり不得意なんですけど、この安静位の足回りは山道を走るキャンピングカーに仕上がっています。決して得意ではないんですけど、山道は問題なく走れるレベルです。ここの道の駅はいろんな施設が混ざっているのでかなりお客さん多いですね。駐車場なんですけど、一番この角のところに止めました。で前に車があったんでトランク開くようにちょっとだけ後ろにしました。なのでこんな感じで少しはみ出てます。少し気になりますが、このぐらいなら問題ないかなと思います。さっきまで土砂降りだったんですけど、奇跡的に晴れ間が出てきました。やっぱり山の中なんでかなり涼しいです。標高を確認したら約 1000m でした。そら涼しいわけですね。ちょっと道の駅散歩してから焼肉の匂いですね。車内に入ってレンジフードの効果を体感します。なんかここから富士山見れるようなんで登ってみます。うわすごい、これは溶岩ですかね。さあどうでしょうか。あれ、雲で覆われていて何も見えません。あそこに富士山が見えるはずなんですけど全然見えません。本来はこのようにはっきり見えるはずなんですけどね。ここまで来て見えないのはちょっと残念ですがしょうがないですね。天候なんでとりあえず道の駅で何か買い物します。わあすごい、ここ標高高いんでカップ麺の蓋がこんな感じ膨らんでます。はい、いろいろ買ってきました。では安静へ戻ります。この駐車場から見ると安静への大きさがよくわかります。さあ車内の匂いどうでしょうか。あ、大丈夫ですね。匂い全然しません。このレンジフード、焼肉にはかなり効果がありました。ここで焼けば焼肉の油煙レンジフードにそのまま上がっていきます。で空気もここで取り込みますんで、この辺で全て完結するんですね。なのでこっち側には煙がいきませんでした。そして油跳ねネットで周りへの油の飛び散りもなくしたんで、レンジフードと相乗効果で匂いが残りませんでした。これは本当にですね、自分のキャンピングカーにもつけたいぐらいです。涼しいんですけど湿気は結構ありますんでエアコンつけてお昼にします。お昼ご飯なんですけど、道の駅のショップの中あんまり食べ物売ってませんでした。唯一売っていたこの鳴沢菜入りおにぎり、こちらとこの気圧で膨れ上がった吉田うどん、これ山梨県の名物のうどんですね。こちらを車内でいただきます。それではカップ麺のお湯をケトルで沸かします。はい、完成しました。それではいただきます。鳴沢菜入りおにぎり、どんな味するんでしょうか。食べてみます。
美味しかった。ごちそうさまでした。ちょっと汁全部飲んじゃったら体熱くなってきました。ちょっとエアコンの温度23度に下げて涼みます。こういう時クーラーあったら本当に助かります。ご飯食べてゆっくりしていたら1時間ぐらい経ちました。天気も変わっていたんで富士山見れるかもう一回見てみます。よく考えたら展望台登らなくてもこの安静家天井ここから行けますんで一回上がってみます。このはしごをここに引っ掛けます。これで OK ですね。うわー、バンクベッドやっぱり高さありますんで開放感あります。で天井の窓開けるにはここを押します。そうするとこんな感じで簡単にワンタッチで開きます。ここにロックがあります。1箇所で反対側2箇所目で、あとここ2つの合計4箇所ですね。さあ開けてみます。おお、すごい開放感です。このソーラーパネル見えるの面白いですね。あれはマックスファンです。でトイレの換気扇も見えますね。で反対側はレンジフードの排気口も見えます。これだったらメンテも楽そうですね。富士山向こう側なんですけど見えないですね。端っこ少しだけ見えてきましたが、もう山全体ほとんど雲で覆って見えません。いやー、しかしこの開放感すごいですね。風はすごい通るんで気持ちいいです。さっきからいろんな人がこっち見てきます。かなり見られますね。でそろそろ中に入ります。いやー、こんなキャンピングカーないですね。面白すぎます。これで花火大会行ったら特等席で見れますね。子供も喜びそうです。この後ですね、今日の夜なんですけど、この安静で高速道路旅に出かけます。なので一度山梨県の町の方に戻ってお風呂入ってから夜再出発します。次は下りのワインディングです。かなり気をつけないといけません。そして温泉入った後にですね、今回の車中泊1泊2日初めて安静でしてみて感じたメリットデメリットをお伝えします。お、なんと最後の最後に富士山見えてきました。雲で隠れていた姿が見えてきました。まだ一部ではあるんですけど、なんか嬉しいです。来てよかったです。それでは安全運転で再出発します。はい、今ずっと下りに入ってこのカーブが多いところなんですけど、やっぱり車体が重たいんでかなりスピード出ます。なのでブレーキを踏んどかないとダメなんですけど、そうなるとブレーキが効かなくなる可能性がありますんで、今はエンジンブレーキを使って走っています。手元でギアを変えれるマニュアルモードがあります。これにすればエンジンブレーキが簡単にかかります。下りの場合はキャンピングカーの場合エンジンブレーキが必須になります。このカムロードはとても操作がしやすいです。はい、到着しました。なんか駐車場すごい広いですね。奥の方止めます。駐車場は一番端に止めました。駐車場めちゃくちゃ広いんで撮影するにはぴったりですね。この安静家何かに似てるなとずっと思ってました。なんか血が騒ぐんですよね。そして思い出しました。僕大阪の南の方に住んでたんですけど、そこで泉州独特の祭り、だんじり祭りがあるんですよね。そのだんじりにすごい似てました。このバンクの形や角張った全体がずーって進む感じ、だんじりでした。それではお風呂入ってきます。すっかり日が暮れました。温泉の色が茶色でトロトロですごい気持ちよかったです。安静家これ夜もかっこいいんですよね。ライトつけると上光ります。シャワー灯が上にもついています。ちょっとつけてみます。どうですか、これかっこよくないですか。上にライトがついています。後ろもこんな感じでライトついてますんで視認性は抜群です。では最後にこの新型安静家で車中泊してみて感じたことなんですけど、圧倒的な車内の広さと走りのパワーでどこに行っても安心して車中泊できました。具体的に感じたこと、まずは走行面をお伝えします。今日一日一般道を走ってみてパワーは申し分ありませんでした。どんな坂でも行けます。乗っていって衝撃はまあまああります。ただエアサスが入っていますので、エアサスの空気圧下げれば若干待ちになります。後部座席は乗っていないのではっきりとは言えないんですが、かなり衝撃や揺れはあると思います。
安静家というかキャブコン全般になるんですけど、家族で使う時は後部座席は揺れに強い人がいいと思います。もし購入検討されているのであれば、一度レンタルしてから乗ってみて OK だったら購入した方がいいと思います。駐車場に関しては枠いっぱいなので気を使います。今日は何回も駐車することがあったんですけど、郊外の広いスーパーはいいんですけど、都市部の車の多い狭い駐車場はかなり気を使うと思います。ワインディングについてなんですけど、コーナーリング時の左右のロール多少ありましたが問題ないレベルでした。足回りが強化されているのでノーマルと比べれば運転の差があります。ただ急なコーナリングは普通車のように突っ込むと曲がりきれないような感覚になると思います。急カーブは他の車の半分以下の速度まで落とした方が安全です。この安静家はレカロシート装着されていたので、あまり体が動かずに長時間乗っていても疲れませんでした。山道実際に走ってみて気になったのがこの長さ、これよりも高さが気になりました。というのも山だと木が生い茂ってて、木の枝が低いところは大丈夫なんですけど、高いところは道に出ている箇所が多かったので、それを避けないといけないのが気を使いました。あと走行面で気になるのは高速道路の風のあおりですね。この大きいバンクで面になっているので風の影響は受けそうです。今日は後で高速道路で風のあおりを体感してみます。では次は車内で感じたこと、メリットデメリットでお伝えします。メリットからいきます。まず1つ目はこのボディバス工法断熱ですね。これと家庭用エアコン組み合わせと、今日35度日中超えたんですけど、太陽光が車全体に当たっている状態でもよく冷えました。自分の所有しているライトキャブコンはこのバンクの部分とか天井付近を触るとすごい熱感じるんですけど、これはあまり感じませんでした。しっかりとした断熱と家庭用エアコンあればこんなに広い空間でも冷えるんですね。1回40度ぐらいの外気温でも試してみたいですね。残りの車中泊の期間でもしあれば試してみます。メリット2つ目はこのリアベッドの快適性です。分厚いマットレスも快適なんですけど、このカーテンですね、これすごい良かったです。リアベッドで1人で寝るだけならこれ閉めといたらもうエアコンかなり省エネになりますので、超大容量のリチウムバッテリー積んでますんで、もう永遠に使えますね。次はこのメインソファーの座り心地すごい良かったです。そしてこの生地ですよね、撥水性ありますんで車内で何かこぼしても拭いたら大丈夫そうです。座り心地もいいし掃除の手間もかからない、いいとこ取りのソファーだと思いました。次は細かいんですけど、この電源の位置こんなに下にあるんですよね。ここ結構使いにくそうじゃないですか、こうやって。ただ実際に使ってみるとこうやって買い物とかから帰ってきてこの状態で電気をつけれるのはかなり使いやすかったです。出る時も一旦準備して外出てからまた車内に入ってこうやって手伸ばさないといけない、そんな場面もよくあります。でもここならパッてこんな感じで出れるんで、これは実際使ってる人が設計したんだなと思いました。次デメリットなんですけど、かなり完成度の高いキャンピングカーでスタッフの方が実際乗ってブラッシュアップしているので大きいデメリットはほとんどないんですが、細かいところをお伝えします。一つ目は今日朝起きてから伝えさせてもらったんですけど、やっぱりリアベッドの電気ですね。ここ欲しいなと思いました。入り口のここにリアの電気があります。やっぱりリアベッド横になっていってもう眠たい時にパッて消して眠りたいんで、細かいんですけどあえてお伝えさせてもらいました。2つ目のデメリットはこの扉、トイレルームなんですけど、この上とここですね、ここはもう開いてます。でこの下も指3本分ですね、開いてます。1人で使うだけなら全然問題はないんですけど、家族や友人と使う時は少し気になるかなと思いましたのでお伝えさせてもらいました。次のデメリットがリアクーラーがありません。これオプションでつけれるのか後でまた確認しておきます。もしつけれないのであればこの家庭用エアコンを走行中後ろ座る人はつけて温度下げて過ごすわけなんですが、そうなると走行充電しても家庭エアコンで電気使えますんでバッテリーの容量はあまり増えていきません。なので3人以上で使う時は後ろに乗ると思いますので、エンジンで動くリアクーラーを欲しいと思いました。最後のデメリットは納期です。この安静家半年に1台ぐらいしか生産できないということです。手作りで細部までこだわってるんでなかなか大量生産はできないそうです。もう本当に幻の1台ですね。でもこの1台は他と被りにくいし所有欲も満たしてくれます。今回の旅でも道の駅など駐車スポットで皆さんこちら側安静家をずっと見てました。
納期は長いですが待つ価値はあるなと思いました。なので初めての1台というか、もうすでにキャンピングカー乗ってる方が発注して、その間も自分のキャンピングカーに乗って完成を待つっていう感じがいいかなと思いました。さあそれでは今から高速道路に乗ります。2泊3日の高速道路車借旅に出かけます。今日はこの安政の売りのバンクで寝て星空を見ながら眠りたいと思います。それでは再出発します。ご飯食べて仮眠させていただくことが済まれているトラックに挟まれた場合のその